強くなりたい、規則正しい生活がしたい、なのにいつも楽な方に逃げてしまう。そんな人は少なくないと思う。僕もそのうちの一人。今の自分を少しでも変えたい、そんな気持ちから普段やりたくないことやきついことを積極的にやっていこうと決めた。早起きはしたくない。でも睡眠時間をしっかりとった上で早起きをするようにした。後でやればいいや、明日の自分が何とかしてくれる、そうやって後回しにしてしまう癖がある。しかし気づいた時にすぐやる、それが一番楽なことに気づいた。なんでこんなことをやってるんだろうって思うことにも必ず意味はある。他の人がやりたくないことをやりなさい、そしたら神様が味方してくれる、そう中学校の頃の柔道部の監督に言われた。今の僕にとって柔道の試合に出ることはきついこと、やりたくないことである。試合に出るからには負けたくない。そのためにはきついトレーニングを積まなければならない。試合に出場するという一つの出来事に様々なきついことや嫌なことがついて回ってくる。しかしこれは逆に考えたらチャンス。一つのイベントでたくさん自分のことを考えるきっかけになる。そう考えた僕は今回アメリカで行われる柔道の大会に参加することにした。おお、足が楽、気持ちいいな。おお、なんで手振ったんだろう。足が楽です。よいしょ。正直きついトレーニングを好き好んでやってる人はいないと思う。いるとしたら本当に頭がおかしい。でも強くなる人はその重要性を理解していると思う。同じトレーニングをやるにしても、いやいややっている人とそのトレーニングの必要性を理解している人では、そのトレーニングの効果は大きく変わってくると思う。だからどうせやるんだったらいやいややるんじゃなくて、このトレーニングが自分のためになってる、そう思ってトレーニングするように心がけてます。はい、というわけでですね、階段トレーニング終わったんですけれども、ここ最近のねトレーニングですごく役に立ってる、靴をね今日は紹介したいなと思っております。今日もね階段トレーニングで、使ったんですけれども、サグアーロさんから出てる、ベアフットシューズですね。ここ最近は厚底のシューズが流行ってるじゃないですか。僕もね長距離のランニングするときはそういう靴を使ってるんですけれども、短距離だったり、はい、階段トレーニングとか瞬発系のトレーニング、スプリント系はこの靴を履いてやってます。このねやっぱ柔道家って足結構大事じゃないですか。やっぱ足でこう畳を掴むというか、その感覚がすごくね大事になってくると思うんで、その感覚がねダイレクトに分かるんですよ、この履いてると。やっぱ厚底の靴履いてると足の裏の感覚っていうのがね結構薄れてくるんですね。だけどほぼ地面ですよ、こう履いて地面をね本当に感じられるっていうところがすごくいいなと思いました。足の健康にもいいしね、やっぱり人間どんどんこう地面からの感覚っていうのがねなくなってきてますけれども、その感覚ってめちゃめちゃ大事だと思うんですよ、本来人間の体ってね。だから、僕はねこういったベアフットシューズを履いて地面の感覚、足の感覚っていうのを薄れないようにやってます。この横幅も結構広くて、足がね自由に動くって言ったらちょっとあれなんだけど、足が伸び伸びしてる、靴の中で伸び伸びしてる。こうね広いからってこうずれたりはしないんですよ。走ってたりねトレーニングとかでずれたりはしないんですけれども、こう指とかこう足がねなんだろう、すごく伸び伸びしてる感覚、本当にね履いてて気持ちいい。サンダル結構好きなんですけど、サンダルより今こっちの方が好きっすね。こっちのなんか本当に心地がいい、履いてて。通気性もねすごく優れてるんで、簡単にねこう蒸れないですね。トレーニングしてても蒸れない。もしねこの動画を見て試したいなと思ってくれた方は、僕のねディスカウントコード入れてもらえば 10% オフで買えますので、ぜひ買ってねトレーニングだったりね日常生活で取り入れてみてほしいなと思います。厚底の靴履くよりね足の健康にもいいですし、特に柔道家の皆さん、柔道に必要なね足の感覚が薄れないので、ぜひトレーニングに取り入れてみてください。それではね続き見てください。バイバイ。いやOK、試合前日です。今ねみんなセッティングをしてます。会場のね明日の会場のセッティングをしてます。これがね今回の動画で一番伝えたかったことなんですけど、どんな試合でもですねこうやって設営とかしてくれる人がいるから試合ができますね。勝ち負けも大事ですけれども、こういう人たちに感謝して試合をするっていうのを、そういう気持ちをね競技者は持っとかないといけないなって思います。手伝ってる子たちもいますけれども、遊んでる子たちもたくさんいます。これはどこの国でも一緒ですね。
おはようございます。今日はですね、試合当日になります。昨日はね、会場設営とかしてて、なんだかんだしてたら9時半ぐらいに、帰りました。ぐっすり寝れたので、頑張りたいと思います。朝ごはんはですね、大好きな納豆ご飯。大好きでもないけど、納豆ご飯を食べました。納豆ご飯と味噌汁を食べました。これといって決めてたわけじゃないですけど、納豆が前に買いだめしてたので、納豆いいじゃんってことで朝ごはんに食べました。納豆安いしね、こっちだと3個入りの1パックで、300円ぐらいしちゃうかな、日本円にすると。日本円にしない方がいいんですけど、というわけで、朝ごはんもしっかり食べたんで頑張りたいと思います。はい、というわけで試合が始まります。最初の相手は青帯の選手ですね。多分高校生とかだと思います。わかんないけど、昨年同様ですね、81キロ級に出場しましたので、みんなもちろんね、自分より全然大きいですね。73とか74キロぐらいしかないんですけれども、1グラムたりとも減量したくないということで81キロ級に出ました。はい、また今回の試合はですね、背負い投げを封印して普段使ってない技を使ってみようということで制限かけてやってみましたので、そこら辺も注目してみてもらえると嬉しいかなと思います。僕の柔道はですね、結構釣り手を使います。はい、ここで相手が潰れたところを内股で回していきました。ちょっと見えづらかったと思うので別アングルでもう一度。はい、ここで釣り手、僕の右腕ですねをしっかり動かして大きく相手を崩して、その崩れたところに内股に入っていきました。やっぱり誰でも初戦が一番緊張しますよね。初戦いい感じに進められたらね、次の試合もねいい感じに進められると思います。逆に初戦ね、体の動きが良くないと感じたらもう一回ね、体を動かして次の試合に臨むといいかなと思います。はい、というわけで2回戦、緑帯の高校生と対戦ですね。もうこの年になると高校生と試合することなんてほぼないので、こういう経験はある意味いい経験だなと思います。組んでみて最初に感じたのは、僕の背負い投げを警戒して釣り手を絶対に下から持たせないぞという気合を感じました。特に喧嘩四つの釣り手の差し合いで僕が意識しているのはですね、何としてでも下から持つ、妥協しないで下から持つってとこですね。自分が妥協しなければね、相手が先に妥協しますので、そしたら持てると思います。特に練習でそういうことを意識していれば自然とね、釣り手の力もついてくるので、妥協せず組手の練習をすることをお勧めしますと話しているうちに、足払いからね、締め技に移行して一本勝ち。立ち技から締めに移行する時のポイントとしましては、最後まで引き手を持っとくことですね。そうすることでね、相手の防御が一歩遅れて守る前に寝技に移行することができます。皆さんもね、練習するときは立ち技ランドリーという練習メニューだとしても、立ち技から寝技の移行ってところはね、意識して練習した方がいいのかなと思います。というわけで2回戦は締め技での一本勝ちとなりました。試合終わった後にね、握手する国際的な文化はお互いをリスペクトしている気持ちが伝わるので、個人的にはかなり好きです。準決勝はね、黒帯の大学生と対決することになりました。改めて見ると相手かなりでかいですね。自分がちっちゃいのか。アメリカに来てからはね、当然ですが外国人の方と柔道をすることが増えたので、そこで感じることはですね、やっぱり力は強いですね。そこで日本人がね、勝機を生み出すためには自分の間合いを徹底することが大事だなと思います。ここで相手が左の大内側に来たところをカウンターで合わせて有効を取りました。でそのままね、抑え込みました。ここでですね、本当に言い訳みたいになってしまうんですけれども、この抑え込んでる時にね、このまま抑えて1本でいいのかっていうね、ちょっと YouTuber 魂的なものが出てきてしまったのは正直事実です。ただここで伝えたいのはですね、握られた後のことを考えておくっていうのがすごく大事だなと思いますので、そこも常に考えてね、寝技の練習もしてもらえるといいんじゃないかなと思います。というわけで準決勝も締め技で一本勝ちでした。僕が高校生の時にですね、監督から今日は寝技だけで優勝しなさいと言われたことがありまして、実際にね、その大会は寝技だけで優勝することができたんですけれども、そのワンチャンスを大事にするという習慣がね、今でも体に染みついている感じがします。というわけで決勝戦になります。この選手はですね、昨年の大会でも決勝で当たりました。まだ見られてない方はね、そちらの動画も見てもらえるとすごく嬉しいです。よくね、練習でも組み合ったりしてるので、お互いね、やりたいことを知ってるって感じですね。今日はね、背負い投げが使えないということで、どうやって攻めようかなって探りながらね、柔道やってました。
喧嘩四つではね、釣り手の立ち合いもすごく大事なんですけれども、引き手、自分の左手ですねが引かれないようにするのもすごく大事です。これね、力が強くて、なかなか切れなかったです。やっと待てになりました。この釣り手の差し合いでも絶対下から持ちます。最近練習してるね、内股で投げようかなと思ったんですけれども、足かされるって感じたので足を上げる直前でやめました。今見返してて思ったんですけれども、この時ね、めちゃめちゃ大技を狙ってますね。良くないですね。足技からコツコツとつなげていきたいです。大技に入れない時はね、こうやってフェイントや足技から攻めていくのはすごく有効的だと思います。今何が起きたかというとですね、ちょっと見づらかったので別の角度から見てみましょう。出足払いを狙ったんですけれども、見事に透かしました。ここで相手にかけ逃げの指導ですね。さて、どんどん時間が過ぎていきます。おっと、顔を殴ってしまってごめんなさい。やっぱり当たり前ですけど、81キロ級にもなるとみんなかなり力強いですね。こうなってくるとね、力勝負ではなく、どうやってタイミングで投げようかということを考えていきます。想像以上に綺麗に決まったので、もう一度見てみましょう。ここで相手が一本背負い投げをして潰れてきたので、すかさず右手で締め技を狙いに行きました。嫌がった相手が立ち上がって歩き始めようとしたところを足払いでタイミングよく投げることができました。はい、ここですね。難しいんですけれども、練習の時からね、常に相手の次の動きを予測しておくっていうことが大事だと思います。というわけで今年も優勝することができました。たくさんの応援ありがとうございました。やっぱりどんな大会でも優勝は嬉しいですね。これからもトレーニング頑張りたいと思います。これを見たら僕がいかに小さいか、間違えた、いかに彼らが大きいかよくわかると思います。Thank you. Thank you. See you at the open mat lesson. 今日はコスコがスポンサーしてくれました。ありがとうございます。皆さん楽しんでもらえましたでしょうか。頑張りました。僕がこうやって試合で勝てたのも、こうやって皆さんが会場設営とか片付けやってくれてるから、はい、そういうのをね忘れずに選手の皆さんは頑張ってもらいたいなと思います。いいよ。ちょっとまだまだね若いんで頑張りたいなと思います。来年ちょっと出るかわかんないですけど、トレーニングは続けてやってね、いつでも出れるように体作っていきたいなと思います。あとは、年末ね習得高校に帰るかもしれない、練習しに行くかもしれないので、その時までにねしっかりね体力つけといて、みんなに負けないように、生徒にね教え子に負けないように頑張っていきたいなと思います。もしねこの動画楽しんでもらえたら、グッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。